ちょっとガチで緊急で動画回してるんですけど、スタジオに空き巣が入りました。ちょっと今から警察呼ぶんですけど、ほら、まずこれ扉これ開けられてます。あんま触らん方がいいんだよね。そうなんです。こじ開けられてる。釣り竿がまず全部いかれました。リールも全部いかれてる。うわ、全部いかれてる。ウルスは何もなってないよね。ウルスは何もなってない。ウルスは取られてない。ちょっと待って、マジやばいんだけど。ちょっと待って、カメラ類も多分いかれとるっすよ。じゃあカメラ類が取られてるのよ。いや、ここ開いてて、なんでと思ってさ。すいません。空き巣に遭いまして、いろいろちょっと盗まれてるので見に来てほしいです。そうです、そうです。はい。見てないです。で、一応防犯カメラがめっちゃあるんで、で今ちょっと見てる感じ、取られたものが、まず釣り竿全部一式っすね。で、あとカメラ、一眼レフ全部いかれました。裏開けは取られた。リール全部取られました。基本的に。スタジオに高価なもの置いてないんで、まあ、釣り具はだいぶ高価ですけど、よかった。ウルスとか傷つけられてなくてよかったんですけど、今警察に電話してます。スタッフが今電話してますけど。やばー。で来た時にこう扉開いてておかしいなと思ったんだよ。で、ほんで、こんなのが出てるのはありえないんだって。こういうのとか、もうくしゃくしゃじゃん。結構でも、くしゃくしゃなの。くしゃくしゃなんだけど、あれだね、機材だけ狙ってる感じだね。ライバルズとかこれ取られてないもん。これ30万ぐらいするんですよ。逆に。ライバルズ取られてないわ。で、だって、あのカメラも残ってますもんね。あのカメラ残ってくれてる。一眼がいかれてるんですよね。一眼は全部いかれてる。こっちは多分いかれてると思う。あ、いかれてます。多分、カゴごといかれてますね。でもあれですね、こういう事件あったら動画撮ろうって言ってたじゃないですか。本当に来ると思わなかったです。本当に来るんだ。マジで入られたわ。で、マジでその電子機器だけいかれてる。電子機器と釣り竿だけですね、いかれてるの。でも、クエ竿とか全部いかれたわ。全部いかれました。だから、ステラとかも全部いかれた。全部いかれてるっす。こういうマウントみたいな、こういうのは取っていかないんだ、あいつら。ほんと高いわ。売れるもんだけ。カメラだけっすね。だって結構ごちゃごちゃしてるからさ、割と手間かかっちゃったんだろうな。散らかっとってよかったっすね。散らかっとってよかった。だから散らかってるから、普段。いや、一瞬わかんなかったっすね。一瞬わかんなかった。こんなとこも開けてやがるぜ、気色悪い。事務所の社長に連絡するわ。はい。あずかです。今スタジオ来たら、ちょっとなんか、空き巣っすね、普通の。スタジオっす。シンプルに空き巣入られたっす。いや、マジガチっす。こじ開けられてて、扉。釣り具全部と機材全部行かれたっすね。警察今呼んでます。今来ますよ。で、昨日だからその花火大会やったじゃないですか。で、僕プレゼンツって言って、僕行くかもっつって、夜僕が不在ってことは多分犯人分かってたんですよ。で、今警察来るまであんまりいろんなこと変わらんの方かなと思って。そこまで正直めちゃくちゃ取られたわけじゃないんで、絶対指紋なんか残してないと思うよ。いや、防犯カメラ絶対映ってる。絶対、だってあそこから入ったわけでしょ？あそこカメラバンバンある。知ってますね。あ、ここは壊されてるっすね。うわ、壊されてるわ。入るとこ壊されてるわ。カメラ壊されてるっす。これ相当計画犯だよ、これ。いや、正直最近ちょっと、セコムとかは甘かった。いや、正直ね、あそこの、なんか土間作業のあれで、セコムのあれが不具合でかかんなかったんですよ。ぶっちゃけ。今日帰れんじゃん、俺。今から早く帰って、家族でスシロー行こうと思ったのに。元内です。なえるなんてレベルじゃないよ。そんなレベルじゃないよ。最近マジで空き巣多いのよ。正直。でも正直僕は人事だと思ってた、ぶっちゃけ。うちセキュリティめっちゃすごいから大丈夫と思っとったんだけど、めっちゃ凹んでるけど、パッと横見たら、こいつらがピラミッドしてて超可愛いの。何やってんだろう、これ。大丈夫って言ってるようにしか見えないわ。可愛いな。ちょっと今刑事さんが向かってきてくれてるらしくて、マジでムカつくな。人ん家入んねよ。てか YouTuber で多分初じゃない？ちゃんと空き巣に入られた。光栄ですね。光栄ですか？しっかりとした形で。これガチなんで、ちなみにマジです。僕こんなやんないっす。やらせで。俺もうなんか高いもん売ろうかな。もう高いものを売るっていう動画撮りましょう。なんかなえた。見ましたね。なんか悲しいし、なんか怖いし、ショックだし、なんかいろんな気持ちが今入り混じってんだけど、一番最初に来るのはやっぱなえた。冷めました。冷めた。
うん。いや、カードとかは、時計とかは、もうめっちゃくちゃゴリゴリ知っとるじゃん。ゴリゴリやってんの。絶対取れないよねっていうぐらいの感じでやってんだけど、スタジオ入りますかって、想像は何回かしたことあるんだよ。ありますね。うん。でまあ、撮っていくものって言ったら、まあ、カメラと釣り具でルアーとかあそこ撮られるよなっていうのは俺ら話しとったもんね。現実になってどうするの？皆さん本当に一言じゃないですよ。世の中いっぱい起きてると思う。これ今もう日本は安全な国じゃないです。なのでドアの業者、呼んでまず直す。保険会社にまず確認しなきゃね。とりあえず刑事さん来ていろいろ見解見てもらって、でまずセコムに連絡する、で保険業者会社に連絡する、で監視カメラ見るの流れかね。わあ、だんだん怒りになってきたな、この感情が。だんだん怒りになってきました。温まってきました。あったまってきた。マジで。やばいです。いやだから昨日だから花火大会であんだけ気持ちよく喋ってる最中にやられたと思うとさ、そうですよ。なんかそれムカついてきたな俺。結構バカみたいなそう顔で喋ってバカみたいな顔で喋っとったやん。皆さん、夏始めますよ。いけますか？イエーイ。あの間に行かれとるわけでしょ。そうです。きつ、ムカつく。どういう状態ですかそれ。こういう状態だよ俺は今。こんな感じで、証拠もう指紋取った後は、ね、触れますけど、こういう風にね。いや改めてやばいなこれ。何で開けたのこれ。バールかなんかでこう開けたんかな。こじ開けて、下もこじ開けられてるわ。へえ、ひどいことするよな。ここにいる方の指紋がどうしても、出るので、犯人の指紋と選別するためにいいですよ。チャンネル登録数ってどのくらいあるの1500万。わ、すごいね。はい。1500万。そうなんです。吐いてだって土足で途中まで地下行って、あ、なんもないわって。ヤドンのぬいぐるみぐらいしかねえじゃん。何してるんですか。ラーメン食う。はい。腹減った。腹が減っちゃうな。調査もできねえんだよ。刑事の言い方じゃないですか。7時51分。花火中ですよこの時。花火中です。僕が花火中の時に来てますね。本当に俺が喋ってる時に来てるわ。あそこ映るよ。それ絶対映る。そこさっきのとこ映るっす。うわ、来てるわ。めちゃくちゃ堂々として夜中とかじゃないですよ。7時50分ですよ夜の。で完璧にカメラの角度は把握されてますね。でこうカメラも塗るときにカメラの前から塗らないんですよ。後ろからピッ。今どんどんどんって聞こえてますよね。扉を直してもらってます。急遽来てもらって。扉だけ閉まらんことにはね。まずどっから話そうな。玄関の前の一番露骨に映るカメラは、カメラの裏側からシュッとスプレーを塗られて、黒スプレー塗られて、バレないようにされました。だから映んなかったです。で、引きのカメラについては、ですね、車の中からすっごい強力なライトをカメラに向けられて見えないようにして対策されてました。で時間がね、夜中とかではなかったです。僕が動いてる時間帯でしたね。まあ、被害総額で言うと、だいたい500万ぐらいです。500万。悲しくなってきた。金額も悲しいんだけど、マジで悲しいのはやっぱプレゼントでもらったものが取られたこと。サカナクションの山口さんからいただいたステラだったりだとか、あと知り合いにもらったクエ釣りのリールだとか、そういったものが取られたのがマジで悲しい。正直後のものっていうのは釣り具屋で買ったりだとか、電気屋さんで買える、ものなんですよ。お金で買えるものなんで、お金で買えないものがちょっと数個取られちゃったのがすごく悲しい。あと車は、ウルスは無傷でした。ウルスしか止まってなかったんですよ。で、本来 GX も最近買ったやつも止まってたんですけど、ここ以外に駐車場を結構持ってて、いくつか。で、いろんなところに車を置いて、どういう風でも移動できるっていうライフスタイルなんですよ。なんでここには、今回はウルスしかなかったんですけど、ウルスはまず無事でした。鍵がなかったので。多分これ、いつもさ、テーブルに鍵が置いてあるじゃん、大体。はい。あれもしあったらやばかったよね。行かれてますね。絶対行かれてるよね行。かれてますあね。ぶんな。GX も止めてたら確実に。そう、GX の鍵が1個取られてました。もともと車目的で入った可能性もあります。可能性あるね。
GX 狙いだったのかもしれない。カメラの機材とかも必要最低限のものしか置きません。スタジオの撮られた機材っていうのは、正直型落ちの一眼レフが多かったね。今使ってないやつです、今使ってないやつが多かった。使ってるやつで撮られたのは1つだけです。一つだけだね。はい一つだけ。2回目です。引きのカメラ、いつもの引きのカメラ。あれはでも、カメラ本当に変えようかなって喋っとった最中だもんね。だから、とりあえず、明日撮影しようと思ったら、撮影できる状態です。メンタルも撮影できます。なぜか。なぜなら、そんだけ被害が、大したことなかったから言っちゃえば、思い出のものいいからね。だってさっきスイッチやってましたよ、金子さん。言うなよ。風来の試練やってましたよ。言うなよ、それ。扉壊されたのが一番腹立つわ。そうですね。いやびっくりしたよ、俺。びっくりしましたね。でもうセコムの人来てもらって、セコムもつけるようになったんで、セコムがつけてなかったからのんびりやられた。ちょっと強化します、必要以上に。警察の人に聞いたんですよ。これ8あった場合どうするんですかって言って、もし仮に俺がスタジオで仮眠取ってて寝ててワーンって入ってきて、うわっって8あっちゃった場合どうなるんですかって聞きました。そしたら大体の奴らは逃げていくみたいです。でも襲われるパターンもやっぱあるみたいですね。でも襲われるパターンだとやっぱ警察がすごく動くし、ニュースにもなるじゃないですか。だから捕まるリスクがあるから、できる限り向こうも手は加えたくないみたいですね。だからそんなところで、じゃあ聞いてみました。包丁いっぱいあるじゃないですか。僕が包丁でそいつらをめった刺しにしましたと。で、殺しちゃったと。そうした場合、どうなるんですか、どっちが犯罪になるんですかって聞いたら、正当防衛としては成立されるけど、ちょっと場合によってはこっちも罪になっちゃうってことらしいです。なんでって思いましたけどね。今日夜だな。しんどいのは。しんどいのは夜だよ。今まださ、みんなおるからさ、で動画回っててさ、なんかいい感じだけどさ、入りになってるけどさ、これ夜布団入った時だね。で、もう一回、朝起きた時にもう一回。来るね。はい。すまんが、明日はちょっと休むわ。僕、在宅します。本当は明日店舗行ってね、3連休のケツだけど、お客さんに挨拶はしたかったけど、ちょっとごめんなさい。挨拶できるような感じじゃないっす。ダメだと思うし、多分、空き巣入られた次の日に、いらっしゃいませようこそおいしいわねつって、おできてくれたのありがとうね今日のおすすめはこれだよ多分ダメだと思う、それは。火災保険入ってたんですよ。それが良かった。危なかった。だから保険である程度は降りると思います。テーザー銃とか使えないんだっけ？ダメです。個人じゃ。でも包丁で刺したら俺ら罪になるわけじゃん。はい。そこ難しいよね。もうスタンガン。スタンガンで行くしかないよね。はい。ちょっとスタンガン探しといて。はい後で。護身用ですね。護身用のちゃんと法的に OK なやつね。はい。それはもう買っていろんなところに置いとこう。だから本当この動画で言いたいのは皆さんも気をつけてください。こういう家のペットカメラみたいなやつも置いてあったんですけど、帽子をかけられてました。で、車もなんか大体盗難車なんですって。だから、車が分かったとしても、なかなか突き止めるのは難しそうです。はい、というわけで、ちょっと抱きさえられましたっていう動画です。また進捗がありましたら、またなんか、セカちゃんの動画とかでチラチラと喋ります。ちょっと一夜明けまして、追加で喋っとこうかなということで、動画回しておりますけども、X の方で空き巣入られましたっていうのをツイートしたところ、すごい心配してくださる声をたくさんいただきまして、まず、これだけは言っておきますけど、僕は、全然メンタル的には大丈夫です。なんならもう本当にこれで済んで、最小限で済んだなっていう気持ちです。これを機にセキュリティを大幅に見直さないといけないなとも思いました。ほんでやっぱいろんな方の意見を見たときに、これで入られたらやっぱもう仕方ないよねっていう意見がすごく多かったですね。あの扉って防犯対策すごい扉なんですよ。ダブルロックでなかなか開けにくいっていうそういう扉なんですけど、あれがいとも簡単に開けられてしまったんですよね。身内が情報流してるんじゃないかみたいな声ありましたけど、絶対ないです。それ言えないですけど絶対ないっていう理由がありまして、そもそも身内の犯行だったらもっといいものが置いてある時にも入れたし、遊戯王カードとかその他もろもろ価値のあるものも置いてあったんで、もう今移動したんですけどね、そういったものも取っていくだろうっていうことですし、間違いなく僕の身内からそのなんか情報が出て入ったっていうわけではないですね。なんで僕のメンタルは全然大丈夫ですよと。明日もなんなら撮影があるぐらいで全然撮影もやるよっていう感じのテンション感なんで大丈夫です。本当にね、火災保険入っててよかった。
皆さん保険入った方がいいですよ。絶対に。保険入ってたから扉も直りますし、ある程度のこの盗まれたものとかも、多少はね、もう全額じゃないんですけど、お金は多少返ってくると思いますんで、それだけでも気持ち全然違いますから。で、家がそんな荒らされてなくてよかった。車傷つけられたりだとか、さらわられたりだとか、落書きされたりだとかされてなくてよかったなって感じですね。それで、誰もスタジオにいなかったっていうのが、本当に不幸中の幸い、ラッキーだったなって感じです。で、今は、スタジオに必ず誰か2人いるような体制をとってます。セキュリティが強化されるまで、その体制でいきます。で、護身グッズも相当用意しました。皆さん家に護身グッズも置いた方がいいと思います。もう自分の身は自分で守んなきゃダメだなと思いましたね。これね、本当に人事だと思わないでほしいです。僕が人事だと思ってたからこそです。特にインフルエンサーの方、マジで気をつけてください。特に戸建てのインフルエンサーの方、ルームツアーとかしてる方、すごい気をつけてください。もう当たり前に空き巣は入ります。今夏休みでね、出かける機会がすごく多いと思いますんで、本当に気をつけて。ただこれもあんまりちょっと深くは言えない情報なんですけど、今回の犯人なんですけど、2つ重大なミスを犯してます。これはよっぽど気づけないよねっていう。僕のスタジオと、僕がそもそも防犯をしっかりやってた人間だからこそ、これができたんですけど、2つだけ、あいつらはとんでもないミスを犯してますんで、おそらく犯人捕まります。入ってきたけど、意外と奴らからしたら、取れ高なかったと思うんですよ。僕、金品とか絶対置いてないんで、スタジオに。だからもう仕方なしで、もうカメラと釣り竿っていうのを撮ってたと思うんですよ。そんな高く売れないっす、正直。で、いろいろ、あと見ても、やっぱり、正直いいウイスキーとか、白州の本当に年代物のやつとかも、スタジオあったんですけど、それはノータッチだったんですよ。それはもう場所が分かんなかったから。本当にもう一回言いますけど、日本はもう安全な国だと思わない方がいいです。僕の周りでも多すぎます。で、X 見ても私たちも同じ風に入られました。全く同じやり方でセコムも入ってましたっていう方めっちゃ多いんで、もうドア簡単にぶち上げてきますんで、正面突破できます、あいつら。鉢合わせしてももう行ったろうぐらいの覚悟できますんで、で、この空き巣についていろいろ調べたんですけど、もう年々ずーっとこう増加してるらしいですね。前年比の 10% ぐらい上がってるらしいです。で、年間で空き巣の被害って日本で令和7年で調べたところですけど、4万7000件もあるんですって。被害届が出てるところだけでね。出てないところ合わせたらもうちょっとあると思いますよ。4万7000件ですよ。全国で1日128件も空き巣は行われてます。1日ですよ。全国で。自分のうちは高いものがないから大丈夫とか、うちはセコムも入ってるし、セキュリティもバッチリだから大丈夫。思わない方がいいです。普通にあいつら入ってきます。で、今回入られて僕は結構もう対策が僕の中では分かったので、ゴリッゴリに対策します。またお金かかっちゃうんですけど、全然対策のしようはあるなと思いましたので、まず一番は家に高価なものを置かないです。置かないこと。現金とか、あと時計類、そういったものは置かない方がいいです。置く場合はもう厳重にすっごい金庫の中にしまうとかね。で、僕も車売ります。 GX 買ったけど売る。もうなんかわかんないけどあれ狙ってきたんじゃないかなっていう説もあって、でガレージも真っ先に入られてたんで、でも入ったけど GX なくて、でウルスが止まってて、で机の上には GX の鍵があって、でウルスの鍵はないっていう状況だったんですよ。だから犯人仕方なく鍵だけ取ってったんだと思いますけどね。もしウルスの鍵があそこにあったら絶対取られてましたね。多分車狙いで入ってるんだろうなと思いました。そんな竿とカメラだけのために絶対入んないもん。あんな厳重なところ入んない。合わないもんだって。下見もしっかりしてきたんでしょうね。ほんでちょっと長々と喋っちゃいましたけど、最後もう一回これだけ言わせてもらいますけど、僕はもう全然大丈夫なんで、動画も普通通りに上がってきます。スタジオ別に荒らされてないので、扉ももう直りましたんで、でセキュリティも強くなりました。で貴重品も全部ないです。スタジオにはない。で機材も一日一日俺持ち帰ることにします。なのでスタジオでは撮影できるようになりましたんで、撮影もできるし、動画も上がります。なので楽しい気持ちでメインチャンネルの動画今後見てください。今後空き巣に関してのコメントとかはしないでいただくと嬉しい。純粋に今まで通り動画を楽しんでいただけたら嬉しいです。で、僕に会う方、従業員の方とか、魚市場のお客さんとか、市場でばったり会ったよって方とかね、空き巣大丈夫でしたっていうのをできるだけ聞かないでいただくと嬉しいです。多分これ言っとかないと、もう一日もう何回もそれ言って、空き巣大丈夫でしたか？はい、大丈夫でした。ありがとうございました。空き巣大丈夫でしたか？
りがとうございましたって、もう一日何回も何回もそれ受け答えないといけないんで、思い出したくもないし、もうしんどいんで、なんで僕に会った方も、直接そういうことをね、あまり聞かないでいただきたいです。で、深くはちょっと言えないので、僕からも。今、ガチガチの捜査中なんで、何もあんま言えない状況なので、できるだけ聞かないでくださいということでございました。本当に。皆さん気をつけてくださいね。では、次の動画からは楽しい動画になりますので、よろしくお願いいたします。はい。というわけで、今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。